はタミヤの72分の1スケールオーバードコレクションミコヤンミグ29フルクラムを仮組みするのだ。ミグ29ですね。オーバードコレクションといえばイタレリ製とタミヤオリジナルがありますけど、今回はイタレリ製なのだ。日本国内向けにリパッケージされたもので、箱と説明書はタミヤが用意しているのだ。なるほど。いつ頃の製品なの？元のイタレリ版は1992年、オーバード版は翌年の1993年に発売されたのだ。キットの評判は？当時はミグ29の決定版って言われてたみたい。しばらくの間ベストキットとされていたのだ。でもモールドがちょっと太めって声もありますよね。そうそう、今ではズベズダやトランペッターから新金型が出ていて、そっちが最新ベストという声も多いのだ。日本国内だと1987年に長谷川と富士見から発売されましたね。そうなのだ。長谷川版は以前レビューしたのだ。富士見はまだ取り上げてませんよね。そう、富士見版は機種が太めで形状に難あり、でも比較用には面白そうなのだ。長谷川や富士見が金型を作ったのはミグ29の西側公開前ですよね。その通り、1986年のフィンランド訪問が西側初公開で、その写真を参考にして金型を起こしたのだ。正式なお披露目は1988年のイギリスファンボロー航空ショーでしたね。だからイタレリ版はその後の情報を元にした比較的新しい設計なのだ。でも操縦席は曖昧らしいのだ。箱にはミグ29フルクラムって書かれてますけど、これは NATO コードネームなのだ。今回のモデルはミグ 29A、 すなわち型式は 9.12 だと思われるのだ。 9.12 って何9が機体シリーズ番号、12が使用番号なのだ。細かく分類されているのだ。イタレリでは複座型のフルクラム UB もありますね。それは練習機型で、正式型式は 9.51 なのだ。ちなみにタミヤからはこの複座型は出ていないのだ。せっかくだからミグ29のバリエーションを教えてほしいです。開発がスタートしたのは1970年代なのだ。ミグ23の後継機となるのだけれど、実質的にはミグ21の後継って感じですよね。そうなのだ。ソ連は将来戦闘機を10と軽に分ける方針で、10がス27、軽がこのミグ29の担当なのだ。初飛行はいつ頃？1977年10月に初飛行。配備は1983年頃から始まったらしいのだ。初期量産タイプはミグ 29A 系列ね。そう、型式は 9.12 なのだ。輸出型で 9.12A や 9.12B もあるんですよね。他にもウクライナ向けに 9.12M、 スロバキア向けに NATO 対応型の 9.12AS なんかもあるのだ。レーダー性能が強化された 9.12S もありますね。あとこれは前にも出たけど、複座練習型のミグ 29UB も忘れちゃいけないのだ。型式は 9.51 ですね。訓練機としては定番ですね。続いてはミグ 29C 系列。型式は 9.13 になるのだ。9.13 は背面タンクが拡大されて ECM と燃料が強化されてるんですよね。さらに改良されたのがミグ 29S で、並走制御がアップして運用幅が広がったのだ。次に出てくるのが SMT 系列ね。型式は 9.17 なのだ。ドーサルスパインがさらに大きくなって燃料搭載量が増えたのだ。初飛行は1998年で航続距離も伸びたんですよね。背中がぽってりしてるから外見でも分かりやすいのだ。他にミグ 29M 系列もありますね。試作型の 9.14 や 9.15 の型式があって、内部を再設計、フライバイワイヤーを導入、そして完全なマルチロール機に進化したのだ。そして関西型のミグ29系、空母で使うために折りたたみ翼、着艦フック、退色処理などが追加されたのだ。最後はミグ35系列ですね。エイサレーダーやセンサー統合で第4++世代の戦闘機になったのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは完成写真となるのだ。操縦席は開けられるわけですね。箱の中身はグレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類、旧ソビエト空軍仕様、ユーゴスラビア空軍仕様となるのだ。なるほどね。部品点数は全部で73点。部品点数はかなりあるわね。それではタミヤの72分の1スケールミコヤンミグ29フルクラムの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で4パーツ。操縦席床と座席、計器パネル、操縦桿となるのだ。計器パネルはモールド表現で、座席のサイドパネルにもモールドがあるのだ。パイロットがついてませんね。ついてないのだ。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立てて、それぞれ3パーツ構成なのだ。出来上がりはこんな感じね。そうなのだ。次はエンジンですね。総発エンジンなので、こちらも2個組み立てる。エンジンノズルとエンジン奥部分を接着するのだ。こちらはこんな感じですね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は上下分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。機首に重りを仕込むわけね。約 10g 仕込むことになるのだ。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。少し太めのモールドなのだ。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ1パーツ構成となる。胴体の主翼下部分に貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は胴体と一体成形となっている。次は垂直尾翼ですね。垂直尾翼は2枚なので2セット作る。それぞれ2パーツ構成となる。出来上がりはこんな感じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割式なので操縦席の開閉を選べるのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右の支脚から。主脚は各3パーツ構成なのだ。タイヤと脚本体、それにカバーね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は5パーツ構成。脚本体にタイヤ、ライト、カバーなどが含まれる。ここにも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。そうなのだ。次はアクセサリー関連ですね。ミサイルは主翼下に6本吊り下げられる。 R60 とか R27 とかかしら。最後は細かいパーツなのだ。まずはノーズコーン先端に気筒管ね。機種左右には迎角センサーを取り付けるのだ。胴体上にはアンテナもつけるのね。これで大体完成なのだ。では終わりに総評なのだ。今回はタミヤの72分の1スケール、ミコヤン、ミグ29、フルクラムの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組み後の感想はどうでしたか？タミヤの箱に入っているけども、実はイタレリ製のキットとなる。初期ウォーバードコレクションはイタレリ製ですからね。初期ミグ29を安価に作りたいのであれば、選択肢に入れても問題のないキットなのだ。パーツの合いはどうでした？機種付近やインテーク部分に隙間が生まれやすいけども、少ない修正で塗装までに進めそうなのだ。今となるとズベズダやトランペッタとなるわけね。そうなんだけど、キットのプロポーションは良いので、今でも十分に選択肢に入るわけね。パーツ数はそこそこあるけども、組みやすさも評価されている。分割も少ないのでサクサクと作れるわけね。ミグ29はズベズダ版やエアフィックス版もあるので、そちらとの比較もやってみたいと思うのだ。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。